皆さんこんばんは、さちです。今回はグリーン系ポリッシュを主役に5月誕生石のエメラルドネイルをやっていきます。本当に綺麗にできたので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはノイロのリビルドコートを使いました。ネイルタウンのオーロラフレークを親指と中指につけていきます。糊代わりにベースコートを塗ります。ピンセットを使ってフレークをつけていきます。すごく薄いフレークでふわふわ飛んでいくので、汚れないようにキッチンペーパーなどを敷いておくといいですよ。青や黄色に光るフレークで角度によって色の見え方が変わります。すごく薄いのでポリッシュでも使いやすいアイテムです。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。ネイルホリック GR100V とベースコートを使います。GR100V とベースコートを1対1くらいで混ぜたら、親指の根元と爪先に対角に塗っていきます。根元の際の部分に液を置いたら、そこから斜め上に向かって薄く伸ばすイメージです。わざとムラになるように塗るのがおすすめです。対角の爪先も同じように先端に液を置いてから斜め下に向かって伸ばしていきます。カラーの境目が目立たないように軽くぼかしながら重ねると綺麗に仕上がります。鮮やかすぎず暗すぎない絶妙な色味でエメラルドにぴったりなカラーですよね。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。中指も同じように塗っていきます。点置きしてぼかすやり方だと少し濃くなっちゃうかなと思ったので、透明感を出すために今回は薄めて塗りました。薄めて透け感のある発色にすることで、最初につけたオーロラフレークが透けて見えてジェルネイルのような奥行き感が出せます。濃くなりすぎてしまったところはハケの反対側の綺麗な面を使ってぼかすといいですよ。他の指にはキャンメイクの N29 番を塗ります。根元やサイドの塗り残しのないようにライン取りを意識して丁寧に塗ってください。エメラルドといえばアニメバイオレットエヴァーガーデンのバイオレットちゃんがつけてるブローチのイメージ。心が浄化されるような感動的なストーリーで大好きなアニメです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。そのまま N29 番を使います。N29 番を緑を塗っていない部分に重ねていきます。緑の部分にも少し重なるように塗ることで境目がより綺麗になじみます。中指も同じように塗っていきます。バイオレットエヴァーガーデンは皆さん見たことありますか？ストーリーはもちろん作画もすごく綺麗なので、見たことがない方はぜひ見てほしい神アニメです。薬指は2度塗り目を塗っていきます。3度塗りするので1度目と同じくらいの液量で大丈夫です。もう一度 GR100V とベースコートを使います。最初と同じように GR100V とベースコートを1対1で混ぜてから人差し指の爪先に斜めに重ねていきます。先端のところに液を置いたら、そこから真ん中あたりに向かって薄く伸ばすイメージです。カラーの境目はできるだけ目立たないように軽くぼかしながら重ねます。小指も同じように爪先に重ねていきます。ニュアンスっぽくしたいのでムラになっても全然気にしなくて大丈夫です。今回のデザインはもやもやっとムラのある感じの方がおしゃれに仕上がります。混ぜるベースコートがドロッとしていると気泡ができやすいので、サラサラのものを使ってくださいね。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。ネイルマインの22番を使います。22番を親指と中指に重ね塗りします。透け感が強めの綺麗なグリーンで全体に重ねることでカラーの馴染みが良くなります。
このグリーンは大好きすぎて何度も使っているので、ネイルマインで初めて使い切ってリピートしたカラーです。人差し指と小指の爪先にも重ねます。先ほど塗ったグリーンよりも少し深めのところまで重ねます。先端から塗り始めてハケに残った液で少しずつ深くすることで境目が薄付きになって綺麗になじみます。薬指は3度塗り目を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリック WT080 番とベースコートを使います。WT080 番で天然石のクラックラインを描いていきます。ラインが乾く前にベースコートで軽くぼかします。できるだけラインの片側だけをぼかすようにしてください。ぼかせたら次のラインを描いて同じようにぼかしていきます。細いラインなので少し難しいですが、片側だけをぼかして濃い線も残しておくことでより天然石っぽい仕上がりになります。ラインの太さはお好みですが、個人的にはできるだけ細めに描くと綺麗だと思います。ハケ圧をかけずにハケ先だけでスーッと描くと細いラインになります。クラックラインを描くときはアルファベットの X や Y をイメージして描いてます。正解はないのでお好みで描いてみてください。ハケは都度拭き取ってくださいね。中指も同じようにクラックラインを描いていきます。エメラルドの宝石っぽくクラックラインなしにしようか悩んだのですが、ラインがないと少し物足りない感じがしたので、原石を参考にクラックラインを描いてみました。このデザインにたどり着くまでに4種類くらいデザインを考えました。その4種類は納得いかなくてボツになりましたが、最終的に理想のエメラルドができて大満足です。5月は私の誕生月なのでエメラルドが一番好きなんですよね。5月お誕生日の皆さんおめでとうございます。乾燥時間は取らずに次に進みます。ネイルダウンの金箔を使います。金箔を細かくちぎっておきます。糊代わりに親指の爪先にベースコートを塗って金箔をつけていきます。アクセサリーのフレームっぽく爪先に斜めにびっしりとつけます。金箔をつける範囲はお好みで仕上げてみてください。体格の根元にもベースコートを塗って金箔をつけていきます。この部分をミラーにしようかも悩みましたが、箔の方がよりしっくりくる感じがしたので金箔にしました。ミラーか金箔かはお好みで仕上げてみてください。こんな感じ。中指も同じように体格に金箔をつけていきます。箔をつけると高級感が出る感じしませんか？囲むようにつけることでデザインが一気に華やかになります。一つずつつけるのが少し手間ですが、箔があるとないとでは印象が全然違います。人差し指と小指は根元の部分につけていきます。先ほどよりも少し大きめにちぎった箔をつけます。大きめのをつけてから周りに小さめのを足すとバランスよく仕上がります。薬指は真ん中に大きめの箔をつけていきます。個人的には結構広めにつけるのがおすすめです。もう一度オーロラフレークを使います。薬指の箔の上にベースコートを塗ってフレークをつけていきます。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げのトップコートもリビルドコートを使います。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。エメラルドネイルの完成です。フレークが奥でキラキラして宝石みたいで綺麗ですよね。アクセントの箔も高級感があって個人的にもかなりお気に入りの雰囲気に仕上がりました。使用したものをまとめます。
右手はこんな感じです。小指以外はデザインの配置を変えて塗りました。透明感があるから重くなりすぎず、夏ネイルとしてもいいと思います。神秘的な雰囲気でとっても綺麗なデザインなので、皆さんもぜひお試しください。次回はウルウルオーロラの縦グラデをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。